通例2 4年1月14日に実写化とメインキャストが発表され中途半端なコスプレ感と役者のビジュアルにマッチしていないことなどで話題を呼んだ、推しの子。6月通例日についに特報映像とテザービジュアルが発表されました。またもそのクオリティに賛否両論。主題歌を担当した、YOASOBI の世界的躍進により日本以外でも知名度の高い作品の行く末を気にするネットの反応をご覧ください。ヒットワラ、うんこの。何これ？これただの乃木坂やん。学芸会か。学芸会定期。やん。推しの子見たことないから受け入れられるわ。動画だといい感じに見えるわ。まあいいじゃん。期待値が低すぎたので、これでも頑張ってるように感じる。あんな不愛想が愛役とか何考えてるんだろ。表情筋なし。愛役は絶対鈴木愛理だと思うんだよな。そら年齢考えたらあれだけど、斎藤飛鳥って顔だけかと思ったら演技上手くてビビったわ。最近そういうやつ多いなめるるとか。あの3人組アニメの実写化ドラマの役作りはもっと評価されてもよい。映像犬。あれ普通に上手かったな。ももクロの方がリアリティあるだろ。普通に桃田で良いよね。朝ドラにも出てるし。これ目とかどうやって表現するんだろ。今時は CG でちょちょいのちょいじゃん。星柄コンタクトとか？茜のシーン普通にドラマやな。あのちゃんが一番マシやな。実際動いてたら多分クソ演技でムカつくと思うで。あのちゃんきつすぎる。あのはメムチョに向いてると思ったけど、動画で見たら全然ゴミだったわ。あのちょやん。あのちゃんが一番マシという地獄。あのはメムチョじゃなくてまんまあのじゃねえか。役柄と本人のキャラに差が少ないからだけ。絶対メムチョの演技できんやろ。愛とメムチョはミスキャストだろ。カナはパーフェクト。有馬割と似てるやん。何気に有馬がいい感じだよな。地獄のお遊戯会を楽しめるやつだけ見に行け。俺はいかん。これよりマシ。実写は俳優とか芸能人のコスプレを楽しむだけのものやろ。コメ欄でもう少し色々頑張れって書かれてて笑った。本当ならアクタージュだったのに。なんで日本だけアニメ、実写になんだろうな。ドラゴンボール言うほどか。実写化に期待なんてするもんやないで。1話でピークアウト。なんで高木さんにしても実写で高橋理恵をそのまま起用しないんや。愛役は愛の声を当ててた声優さんで良いと思うけどね。ライブの映像が YouTube にあるけど、まんま愛だった。アクアが残念すぎるちゃんとした役者にして欲しかった。アクアの桜井って誰やねん。ミスチルの息子。アクア役他にいなかったんか。クソキャスティングだな。広告代理店どもの匂いがプンプンするぜ5次元なら文句言われなかったのにな。パクリがバレた制服がドラマでかなり変わっとるな。画像検索したら韓国に実在する芸能高校の制服で草。怖いもの見たさで見てみたい。あの以外の俳優知らないし割と楽しめそう。かぐや様も見たけど演者は頑張ってるという感想しか出なかった。そういう奴らは多いだろ。最初だけそこそこ売れて2週目以降は爆死な気がするわ。どことなくデスノートの実写版雰囲気がするのは俺だけか。根本的な問題として漫画はアニメ化までだろな。実写化はほぼ意味ないわな。アニメ化の流れで金儲けする魂胆が見え見え。アニメもそうなんだけど、すごいゴリ押し感があるのはなんでだぜ。要するにこれは原作でも言ってる、コケ前提の若手育成枠作品、ってことだよな。棒演技のやつが棒演技についてツッコミ入れるのコントやろ。演技下手でもゴリ押しでキャスト決まってとか漫画そのままじゃん。なんでこんなに映像が貧乏臭いの？昭和スタイルの撮影がほんの少しだけアップデートされてるだけで令和という最新の時代じゃ時代遅れのスタイルじゃん。スタッフはやる気あんの？それともスキルがないの？センスないのは一目瞭然だがわら。これ思った。なんか予告見る限りではネットムービーくらいの感じやな。あんまり予算ないんかもな。アマゾンが噛んでるからテレビより全然予算ありそうだけどな。中抜きでもされてんのかな。せっかくアマプラやネトフリで世界にダイレクト配信できる時代になったのに、肝心の映像に金かけずに海外で見向きもされないとか終わってるやん。なんで日本人はここまで映像音痴ばっかなん？泣けてくるわ。ぶっちゃけ韓国に映像化してもらった方が良かったな。それくらい映像が低予算テレビドラマっぽくてなえる。プライム独占ドラマは学校暮らしのキャベツ事変とか起こしてるからな。それ抜きにしてもあのちゃんが出る時点で見ないが。まともな日本のプライム独占ってアマゾンズくらいしかまともなのなくね？実写化なんてそんなもんだしな。大絶賛されてる開示も色々違うし、言うなればハリポタだってはしょりすぎたかすって話だったのに結局最後まで映画化してるし。そこらは面白いから許されてるだろ。
原作を余すことなく実写化してたらいつまで経っても完結しないし。実写化で成功した映画ってあるんかむしろ？最近ならゴールデンカムイ。デスノート。漫画より綺麗に終わったで。なお、デスノート、カイジ、ルロケン、キングダムあたりは成功してるな。男臭いアクションマシマシじゃないときついんじゃないか？女受けするような実写で成功したやつあるのか？恋愛系はアイドル俳優が見られてキュンキュンできれば中身はどうでもいいんだろ。そもそも需要が違う。91通0分で何をどこまでやるん？出産と子役編は省けるけど、新生 B 子待ちが出るってことは恋愛バラエティもなし？映画で愛の死。アマプラでその辺。じゃあ映画で愛しか出ないじゃん。映画が後なのに愛うんぬんやるのがどうなん？ドラマ矢印映画だから原作のあらすじを変えてくる感じか。数枚目にあるスキャンダルは原作106話のエピソードだから、もしかするとドラマ8は映画で推しの子の原作ラストまで一気にやる可能性もあるな。また死人が出ちゃうの？ストーリー的に主人公は死ぬやろ。刺されてる予告あったし。愛が死ななかったらもう別物だろ。愛が刺されて死ぬところが見どころだね。トレーラーでそのシーンを見せちゃってるところに制作陣のセンスのなさを感じる。ネタバレひどいよね。初見は少ないのかもしれんが。こんな明らかな地雷映画、初見で見に行くやついないだろ。ちゃんとアクアトルビー赤ちゃん双子の歌ダンスあるんだろうな。日本の芸能界の話なんだからある意味リアルになるんじゃないか。実際に日本のアイドルや俳優がその役をやるわけだし、原作じゃなんか凄そうに書かれてるのも実際はこんなもんってのがわかる。B 子待ちにしてもよくてなんとか坂レベルなんだろうし。有名芸能事務所の所属カタログの中から配役を選ぶんじゃなしに、オーディションできちんと配役に合った人物を探さないからこうなる。撮影技術もセンスも古臭い。配役はどれもこれも似たり寄ったりこれじゃ世界で相手にされるわけねえだろあら。日本の芸能界ってマルチタレント好きだよね。キャスティングは制作サイドと芸能事務所との関係でほぼ決まっちゃうからね。ミスキャストだらけのダ作しか生まれない。マジで日本も大一番の作品はオーディションやるべきだろ。原石が見つかるかもしれんし、育成にもつながる。下手に人気あるアイドルとか起用するから制作期間取れなくてクオリティ担保できないんじゃないの？海外が出資してくれんならオーディションして制作期間も受けろよ。推しの子って、作品内でこういう実力のない実写化のこと学芸会ディスってたのにね。あそこまでわかってるのに作者はなんで実写化 OK したんだろ？作品にあまり思い入れないタイプなのかな？多分自分の作品への思い入れより、自分の作品がどういじられるかの興味の方が強い。かぐや様だってパキカ早かったし。伊佐山先生タイプか。笑い。この漫画は内容が内容だけに実写は誰がやっても批判は出るだろうなと。美女のある実力派で固めるか、ダイヤの原石発掘したら今回ほど批判されないだろ。原作でキャストのゴリ押しに対してダメ出ししてたのに、いざ実写になったらまんまそれってどんなギャグだよって感じ。成功しても大こけしても原作の漫画的には美味しい展開だもんな。ようできてる。